進捗しない CT125 ハンター株のフレーム修正機製作途中動画です。中古で購入したら残念ながらフレームが曲がっていました。鋼材の素材もだいぶ集まってまいりました。毎月少しずつ購入していたのでなかなか作業が進みませんでした。狭いガレージで鋼材を何回も切断しなければいけないので、まずは切削片の飛び散りを防ぐ簡易遮蔽板を製作。折りたたみ式にしたので隙間が空いてます。使わない時はコンパクトに収納したかったので仕方ない感じ。100円ショップで買ってきた焚き火シートを切って両面テープで貼り付けました。良い感じです。それでは隠しパーツの切り出しスタート。鉄材が揃わないと長さや高さに差ができるのでミリ単位の切り出し、慎重に。ここでおっちゃんが吐くが落書き。頭の中にある形を書き出してみます。まずは正面の図。正面から見たバイクに見えるとか見えないとかのクレームは受け付けておりません。笑い。シングルフレームなのでこの方法が使えるんじゃないかと思いますが、全くうまくいく保証はありません。両側からプレッシャーをかけて徐々にまっすぐにしてみようという装置です。そのための柱となる箇所は動かないように固定、補強も必要そうです。プレッシャーをかける装置は油圧式のボトルジャッキを利用します。両側から位置を変えながらジャッキ。うまくいくと良いのですが、全く経験したことがない作業なので想像がつきません。フレームの曲がり具合は上から見るとねじれるように曲がっているためにまっすぐになる保証もありません。なのでフレーム修正のプレッシャーに耐えれるようにフレーム本体もしっかりと動かないように固定する必要があります。横から見たイメージで図を描いていますが、こうして見ると何が何やらという感じです。エンジンをマウントするボルトの箇所を利用して固定する方法がうまくいきそうです。完全に固定するにはコンクリートのガレージにアンカーボルトを打ち込むことになりそうです。妻よ、またまた家の破壊行為すみません。L 型アングルは厚さ 5mm、 フレーム修正のプレッシャーに耐えてほしいと願うばかり。 12mm の穴も Amazon の激安ドリルでもなんとかなっています。作業完了までどうか壊れませんように。メインの柱となる H 鋼には 16mm の穴を開けたいのですが、おっちゃんの持ってるドリルではドリルが壊れそうです。修正機の設置箇所や高さ、イメージをつかむために外装をばらしてみました。エンジンマウントボルト、どうやらサイズは M10 のようです。購入時もひどい状態でしたが、ライトで照らしてみるとチェーンの錆がひどい。フレーム修正が一段落したらチェーンとスプロケットも交換します。前オーナーはボルトをオーバートルクで締めてノーメンテナンスなのに、エンジンオイルのドレンボルトをアルミのアルマイトなボルトに変えていました。ドレンボルト無事に外せるか不安になってきました。個人で変えたと思われるカスタムパーツの部品のボルトはオーバートルクで回らず、おっちゃん3本折ってすでに処分が完了しております。話変わってこうしてみると細いフレームです。自作の修正機でもなんとかなりそうな気がしてきました。切り出したパーツ、必要に応じてまだまだ鋼材が必要そうです。おっちゃんの少ないお小遣いが撤回に消えてゆきます。再利用の方法も考えないと本当にゴミになりそうです。溶接作業に入ります。今作ってる箇所はエンジンのマウントボルトを利用して固定できるようにするタイの一部です。強度を保つためにできるだけシンプルに分解、設置も容易にできるように考えて作ってるつもりです。笑い。3ミリくらいの細いドリルだと
簡単に下穴が開けられます。固定する台を完全に溶接してしまうとバイク本体に取り付けしにくくなるので、一部はボルトで固定する仕様にします。強度は若干落ちる感じがしますが、12mm のボルトで固定するので大丈夫かもしれません。それにしても Amazon 激安ドリルでは 12mm が限界かも。何回も回転が止まります。少し焦げ臭い匂いもしました。頑張れドリル、うちにはお前しかいないんだ。何回も重油を繰り返して穴を開けています。ドリルの滑りを良くしたり冷却したり、実は重要な作業です。時間をかければ安いドリルでも 12mm サイズの穴が開けられます。仮止めの溶接作業、まずは半自動で。眩しい光にご注意ください。もう片方は白溶接機で。というのも使い方を忘れてるといけないので使い分けてみました。鉄板が薄いので溶接できていればどちらの溶接方法でも大丈夫そうです。練習のために普通の溶接棒を使ったアーク溶接 2mm の溶接棒を使用します。失敗したのでやり直します。綺麗ではありませんが、しっかりと溶接できている感じです。こんな感じで各パーツを溶接しました。形になってきてます。続きまして H 鋼の柱、強度がいる重要な柱です。この柱をコンクリートの地面に固定するための土台を作ります。セットの安いホール層を買ってみましたが、パワーが足りないのか押し込む力が足りないのか穴が開きません。H 鋼が 10mm 近い厚さがあるので仕方ない感じかもしれないです。H 鋼と土台を溶接しようかとも思ったのですが、溶接してしまうと再利用ができなくなりそうなのでボルトで固定式にします。ということで 12mm のネジロッドを4本切り出し、危ないので角を丸くします。使用サイズが M12 サイズのネジロッドですが、もし強度が足りない場合には M16 サイズにでも変えてみようかな。土台の構成はこんな感じになりました。L 型アングルで囲みます。接続用のボルトはこんな感じで通します。あとは溶接すれば柱の土台はほぼ完成です。しっかり溶接するために 2.5mm の溶接棒を注文したので、今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。